にちは、ちぼです。ヒバ2日目は朝からプライベートツアーで遺跡を巡りました。この日はですね、疲れていたのか動画をだいぶ撮り忘れてまして、正直言って撮れ高がめちゃくちゃ不足してます。なので画像などを踏まえながらまたまとめてちょっと今回は紹介していきますのでよろしくお願いします。さて、お昼も食べてないし小腹が空いた。軽く何か食べたいなとこちらに入りました。注文したのは群馬とカプチーノです。群馬とはひき肉などを生地で包んで揚げたスナックのような、こんな感じのウズベキスタンだとおやつのような食べ物です。こぼした。こういうのよくやっちゃうんですよね。さて、いただきます。大きな一口。なんか美味しいって顔が言ってますね。そう、こちらとっても美味しかったです。揚げていてサクッとした食感も楽しめるし、お肉のジューシーさと塩気が本当にいいおやつになります。トマトや野菜が入った少し酸味のあるソースをつけて食べるので、脂っこすぎることもなく後味さっぱりで食べれますよ。なのでメインの食事のサイドにつけたり、小腹が空いた時のおやつとして気軽に食べられるウズベキスタンフードでおすすめです。今手でも美味しいって合図しましたね。ちなみに本当はチョルスバザールの時のように実際に喋りながら撮ってみたかったんですけど、ちょうどですね、斜め左の席に日本人の観光客の方がいらっしゃったんですよね。でね、ちょっと一人でブツブツスマホに喋りながら撮影するの恥ずかしくなっちゃいまして、こうしてね、サイレント食レポやってます。でもね、やっぱりこの旅の時にしか出てこない言葉とかもあると思うので、次は旅の恥は書き捨てってことで食レポなんかもしたいなって思ってます。こちらが実際注文したものです。こちらが群馬、そしてカプチーノです。食べ合わせとか言わない。さて、お腹も心も満たしてまた街を散策してみます。実は初日からずっと探しているものに出会えてなかったんですが、ついにこちらでその出会いを果たします。その出会いとはアトラスのシューズです。ウズベキスタンに行ったらアトラスのシューズが欲しいと思っていました。アトラスとは伝統的な織物のことです。こちらでサイズを伝えて自分に合う靴を探しましたよ。正直どれも可愛かったので迷いましたが、この子に決めました。どうですか？すごい可愛くないですか？その他にもアトラスのコートなどお洋服も充実してます。お土産はたくさんあるのでゆっくり回ってお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。スザにも街中にたくさん飾られていましたよ。そしてこのような可愛らしいチェスも置いてあります。これもハンドメイドです。さて、いよいよ北門にやってきて城壁に登ります。入場料は2万スムでした。このようにヒバの街を一望できます。写真もたくさん撮りましたよ。大体ですね、ここら辺も動画を撮ってなくて写真ばっかだと申し訳ないので、ここが観光地の写真なんかはインスタに載せるので、インスタでじっくり写真を楽しんでいただければなと思います。チェックの方よろしくお願いします。夜ご飯に入ったレストランでは、まゆみちゃんというこれまた日本人の一人旅の女の子に声をかけてもらって一緒に食事をしました。とっても盛り上がっちゃって夜遅くまで一緒にご飯食べたり街歩きをして動画撮り忘れました。さて、食事も済ませてまゆみちゃんと待ち合わせして駅へ向かいます。
なんかこれあれか、足元の下が荷物置き場になるやつですよね、確か。そうですね。これがくるってなればいいんだけど、ならなさそうだし。くる駅の売店でお菓子を購入しました。人によってはホテルの朝食で出たナッツやドライフルーツの残りを持ってきていたり、皆さん賢くやってらっしゃいましたよ。私もちょっと真似すればよかったなーなんて思っちゃいました。皆様ご無沙汰しております。チーボーバスガイドにある車内ツアーを久々に開催させていただきたく存じます。では早速廊下を歩いてまいりましょう。今回は多種犬とヒバ館とは違い、車内の内装はウッド調の内装となっておりまして、とても落ち着いた雰囲気がございます。夜行列車の時とは違い、廊下もとっても明るいですね。昼間の光が入ってきて、この廊下に充満している感じがとっても気持ちのいい雰囲気でした。また空調はないようでしたので、これからの夏の時期、そして暑さに苦手な方は事前にですね、塩分タブレットなどの事前対策などをすると良いかもしれません。こちらのドアを隔てて向こう側が3等車となっております。3等車の方もですね、とても旅といった感じの風情で、とってもいい雰囲気でした。ここでちょっとブハラ情報をお話しさせてください。まずですね、ブハラ駅からブハラシティに行くまでってちょっと距離があるんです。で、一般的にはヤンデックス GO っていう配車アプリを使ってタクシーで移動するっていうのが一般的なんですけど、私ヤンデックス GO のアプリが使えなかったんですね。認証の電話番号を押しても全然来なかったんです。で、登録ができなかったんですね。で、まゆみちゃんも一緒だったんです。私もまゆみちゃんもヤンデックス GO が使えないタクシーを配車できないっていうことでした。で、それだとどうなるかっていうと、白タクと値段交渉しなきゃいけないんですね。なので、ちょっと割高になってしまうっていうことなんですけど、で、これまたケンジさん情報だと、ケンジさんはブハラ駅からブハラシティの中のホテルに行くまで16,000スムで行けたよっていう情報を教えてくれたんですね。だから白タクを使うってなるんだったら、2万から3万ぐらいが相場じゃないかなっていうのを教えてくれてたんですけど、で、ブハラの駅着きました。ちょっとお手洗い寄ったりとかして、2人でまゆみちゃんと。で、出た時がもう結構もう乗客の人とかもどんどん出払っちゃってて、割と最後の方だったんですね。多分、白タクの人も強気だったんだと思うんですけど、ちょっともう値段忘れちゃったんですけど、だいぶ高い値段で、タクシーの方からはふっかけられて、多分もう桁1個違うぐらい、20万住むとか、だいぶ桁違うぐらいで言われてたので、バスでも行けるらしいっていうのを調べてたんですね。で、駅を背に斜め右ぐらいちょっと歩いていくとちっちゃいバスみたいのが見えたので、バスの方に行ったんです。で、これは人によると思うんですけど、バスの運転手さんとかは全然逆に英語が喋れなくて、現地のウズベク語しか喋れない方だったんです。で、ウズベク語っていうのをノートにメモして行ってたんですね。だからちょっとウズベク語を見て、どこ行くのとか、どこっていうのは、帰るだとかなんですけど、あと、どこどこに私行きたいのっていう時は、ブハラの方でちょっとこう目印になりそうなラビハウズっていうところがあるんですけど、なので、ラビハウズがボルモクチマン、面が私、ラビハウズがっていうのはラビハウズへボルモクチマン行きたいっていうので伝えて、で、ここは行くのって言って、行くよ行くよみたいな。で、いくらって値段聞いたら、値段聞くときは、カンチャってカンチャがいくらって意味なんですけど、そうすると2000スムだったんですね。だからタクシーの白タクの相場が2万から3万スムぐらいじゃないってまずケンジさんに言われて、で実際に白タクの人からは20万スムって言われた中で、バスだと2000スムだったんです。だからもうこれバス乗ってかないって言って、まゆみちゃんと協力をして、まゆみちゃんは英語で白タクの人と意思疎通取ってもらって、私はバスの人とウズベク語を使って意思の疎通を取って、私はバスで行きました。でちょっともうそういう感じでバタバタやってたのでナンバーとかは覚えてないんですけど、私もまゆみちゃんも一緒だったから実際にウズベ
キスタン行く方でタクシーの配車アプリが使えない方多分いるんじゃないかなって思います。なので基本的には出発前にもうアプリ取って登録作業とかしといてください。使えるか使えないか。で、最悪使えなかった場合はこの私の動画で参考になれば、こんな形で現地の方とコミュニケーションを取りながらトラブルなく現地でも移動ができるといいなって思うので、エピソードを踏まえて説明してみました。今回は私のこういう実際の経験をもとにしたエピソードをちょっと載せて内容濃くしてみようと思ってます。こういうのはまたまとめて別途動画撮ります。楽しみにしててください。以上、ではまた Vlog に戻ります。どうぞ。さて、ブハラ2日間で泊まるホテルをご紹介します。こちらはクルジンホテルさんです。予約サイトで写真を見比べている時にとっても可愛くてこちらに決めました。この天蓋みたいなものは謎です。お部屋の雰囲気はというと、じゃーん、こんな感じです。ベッドリネンにはウズベキスタン伝統のアトラスが、また所々にブハラのお皿などの雑貨が飾られていて、お部屋にいるだけで観光気分が味わえてしまうのも素敵ですよね。どうですか？壁にも飾られてます。そしてお部屋の壁紙、とっても可愛らしくないですか？女子受け抜群のインテリア、私の好みでした。こういうホテル1回は挟みたいですよね。では次はシャワールームに移動しましょう。ちょっと暗いので電気をつけましょうね。つきました。結構綺麗でしたよ。今回ウズベキスタンで泊まったホテルの中では一番綺麗だったかなという印象です。今回ウズベキスタンで泊まったホテルの中では私はこちらのホテルが一番のお気に入りでした。ビデオで撮っとこう。アラブ感が出る。わあ、いいね、いいね。確かに、そんなになんかうわ下からのアングルはこちら。すっごい楽しんでますね。めちゃくちゃいいね、こっちも。
脚を立てて記念撮影。うわー、これ青春だなー。あそこで寝たいわ。さーて、来週のチーボーはチーボーです。去年ポテチを食べていたらナミビアとスーダンを見つけました。次はポテチでアフリカ大陸を作りたいので、このポテチを知っている人はコメント欄で教えてください。さて、次回はチーボークレカをなくす、チーボークレカ飲み込まれる、チーボーブハラで焼け酒の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。てれててってれてってってるてってれてってってるてれってるてれってるてれって